皆さんこんにちは、アイロンです。徹子だに。ちょっと投稿まで期間が空いちまっただ。すまんかったな。投稿者が引っ越しやら何やらで忙しかったわけです。ご理解いただけると幸いです。気を取り直して今回は外伝用をやってくだ。今回はストーリーは外伝サブタイトルの通りです。アンナが出てくるもんで前の外伝とつながってるっつことだね。だもんでボスも前のボスの片割れだに。ボスを倒したのは我々なのですが、どうもアンナさんが倒したと勘違いしてますね。今回の作戦会議ですが、まずリズを賢者にクラスチェンジさせました。これでリズも戦いに参加できるようになっただね。前線は無理ですが、回復に加えて後方からの火力支援もできるようになったので活躍の場は増えそうです。そいでね、今回のサブタイトルになってたアンナは交渉で加入するでね。しかも使用可能ユニットだに。そういうことなのでアンナの縛り内容等をここで説明します。アンナの縛り内容としては、剣を使う役職のみに限定します。これはスマブラでのスピリットバトルで、アンナとの戦いがビームソードとキルソードしか出てこないことにあやかってます。最近のアンナの様子じゃ、アンナは斧って人も多いかもしれんけんだな。で、この縛りなんだけど、アンナはトリックスターとアサシーしか使えないだね。ラッキー7による回避立て、滅殺による一撃必殺という運用ができるだ。すなわち運ゲーですね。使い方に困るかもしれないですが、彼女も活躍できるように頑張ります。縛り内容の説明は以上です。やっと本題の作戦会議だね。今回のマップはこちらになります。真ん中の中立ユニットがアンナです。こんな敵のど真ん中に行ったら速攻でやられちまうもんで、アンナは即レスキューで救出するだ。それからこのマップには宝箱もいくつかあります。ただし盗賊が左上にいて術書を盗んでしまいます。敵と交戦中に盗むもんで追いつくのは無理だろな。リライブは正直どっちでもいいもんで、キルソードと金塊さえ取っていけば問題ないら。続いてユニットの動かし方です。この章では赤い丸で示した敵が最初に突撃してきます。もし3箇所それぞれにユニットを配置すると、戦線が広すぎで回復が追いつきません。だもんで2箇所にユニットを配置して、右の敵には左側に動いてもらうだよ。上の敵は待ち伏せ型とボスとの連動型だもんで、ちょっとずつ釣り出していけば問題ないと思うだ。こんなところじゃないかね。それでは実際の攻略に移りましょう。やはり最初はダブルを組ませつつ、作戦通りにユニットを左寄りの真ん中に集めます。動画ではまずクロムとフレデリク、ルフレとカラムを組ませてます。そいでルフレで真ん中のケイシを倒し、かつルフレ上の敵の進行を塞ぐような立ち位置に配置してるだ。ルフレの隣にクロムを置いたら完全にルフレ上の敵の進行を妨害できるだね。で、ダブルの続きだに、ベックとティアモをくっつけたらリズの隣に配置してるだ。サーリャは今回初めてダブルを組ませます。相手はガヤです。盗賊であるガヤはサーリャの技を上昇させます。これによってサーリャの低い命中を少しでも補完できるわけです。レスキューでアンナを呼ぶのも今してただね。中立のアンナがどんな動きをしてかすか気をつけにゃかんよ。今回は大丈夫だと思いますが、中立ユニットはたまに予期せぬ行動に出るので厄介ですよね。ダブルの話に戻すと、ロン君がソワレと組むのは前回同様だけんど、リズはソワルと組ませることにしてるだよ。どういう風の吹き回しかはさっぱりだけんどな。実はリズと支援を上昇させるのはリフトを優先するかソウルにするかが決まってないんです。どちらにするのかを決めるのはまだ焦らなくてもいいと思いますが、レベルアップ。力、技、速さとクロムらしいアタッカー型の成長です。ただよ、今気づいただけど守備のにしか上がってないって地味にやばくねえか。確かに耐久に何割です。HP は毎回のように上がってますので、従来の戦士型のような扱いになってくるのでしょうか。ここでアンナを仲間に加入します。会話内容としては協力して族を倒そうという感じです。アンナは FE 階級将だけんど、ストーリーに介入してくるのは覚醒からになるだよ。覚醒以前だとストーリーで出てくるのは暗黒竜くらいじゃねえかな。覚醒以前だと中段セーブやチュートリアルのお姉さんですものね。今でこそ引っ張りだこですが、前みたいな隠れた存在というのも私は好きでした。話は変わるけんど高速のアンナは
というよりアンナの役職のトリックスターは杖も使えるだね。少し前にクロムを回復していたのがそれにあたります。だもんでもしかしたらリズに代わる第2の回復薬としての運用もありえるだ。安定した攻略にはこっちの方がいいんかな。作戦会議ではあのように申しましたが、まだ決めかねてることも多いです。アンナの運用方法しかり、支援上昇の相手しかり、今後プレイしていく上で考えていきます。レベルアップ。戦闘アニメは忘れてたけど成長は問題なかっただね。魔法系らしく魔力に加え、低い技を上げてくれた点が良かったですよ。よえ、危ねダブルで危機一髪でした。しかしまたけかわした。もうなんでまだありますよ。はあけ脅かしやがってと、まあかなり危ないミスをしでかしたのでした。かなり運が良かっただ。デュアルガードと回避に助けられて生きながらえた。心臓バクバクでは死ぬかと思ったに。なるべくこういうミスはなくしていかないと一人前にはなれないですね。そいでも今んとこ作戦通りだね。真ん中に敵が集中してるので壁役を交代していけば敵を減らしていけます。レベルアップ。非常にペガサスナイトらしい成長です。成長全体で見るとバランスが取れてるじゃんね。ワシャケアモは器用貧乏じゃない良いバランス型になると信じてるよ。さてここからですが、クロムのいた位置にルフレを置いて敵を減らしてもらいます。そしてクロムをリズで回復させたらターンエンドです。ここに置くのがルフレならもう安心だね。その代わり経験値がルフレに持ってかれるのがもったいないと思いますが、まあしょんないっちゃしょんないね。エースユニットの宿命だもんな。レベルアップ。上がったところは上昇回数が比較的少なかったところなのでいいと思います。これでルフレは分し、ダークマージと2回目のレベルカーストだね。マスターフルフがあれば攻略完了後直ちに使いたいですが、あいにく在庫不足です。なのでしばらくはレベルカンスト状態が続くと思われます。で、突撃型の敵はもうわずかだね。ルフレが頑張ったので前のターンで一気に減りました。あと1体を倒せば残る敵は待ち伏せ型なのでダイジェスト形式でお送りいたします。取られちまったけ。術書で上げたいほど武器レベルに現在は困ってないですが、後で尾を引くのでしょうか。ま、この距離だと間に合うわけでもあるめえし、しょんないと割り切るしかねえよ。レベルアップ。ダークマージらしく守備を上げてきたってところかね。ただ現時点ではどうしても技と幸運の低さに目がいってしまうので、そこをどうにかしてほしかったです。これで突撃型は全員倒しただよ。あとは進むのみ。どんな感じで進んだかを示しながらダイジェストで流していきますね。まず間接攻撃できるアーチャーや魔導士を1体ずつ釣り出せる範囲に味方を置きました。ここじゃサーリャを強化したいもんで、基本的にサーリャに任せてるだ。他の敵もこんな感じで間接だけを引き寄せて倒す予定です。レベルアップ。クラスチェンジ後初レベルアップだに。戦闘もしていくなら必須の技、速さが上がっただ。リズは魔法兵キラーになってほしいので魔力か魔法も上がってくれたら嬉しかったですけどね。ここで目標の一つであった金塊を手に入れました。ま、正直金銭面では困ってないだけど一応な。クロムがファルシオン装備限定なのでその分の費用が抑えられているわけですね。他の装備品も皆の持参品か敵の落とし物でどうにかなってるだよ。レベルアップ。妖精庁でしかも低い幸運が上がったのは良かったな。今は幸運はこの調子で技も積極的に上げてほしいです。他は勝手に上がるんじゃないでしょうか。
これでこの時点で倒せる間接攻撃無知は倒しただよ。そしたら前進していきましょう。というわけで前進し、宝箱からキルソードを回収しました。さて、こっからだけどボス周りの敵はみんな連動型になってるだっけね。そうですね。なので敵の猛攻に耐える方が壁となるべきです。となるとルフレしかいねえな。違いありません。ルフレを敵範囲の先端に早速配置しましょう。ルフレはやっぱしものともしなかったな。ここからですが、ルフレが倒せなかった魔導士はおそらくクロムを狙うはずです。敵は耐える攻撃が最大になる相手を積極的に狙うからな。圧倒的に魔法が低いクロムを狙うに。そうなると、ボスのジョージはトマホークを持っているので間接攻撃でルフレを攻撃します。だもんでボスに大ダメージが期待できるに。よかっただな。ただし懸念点としては、ボスがスキル、怒りを持っていることです。ルフレが削る時点で発動は免れないので、経験値をルフレ以外に与える際に注意しないといけません。ルフレが削った後で一撃で倒せるユニットを使うしかないだな。もったいねえが、最悪ルフレでボスを撃破することも選択に入れてもいいな。あれ、戦士が来んのか。なるほど、敵の行動順は直接、間接というわけだったのですか。今になってようやく知りました。まあ、ルフレなら問題なく当初の予定通り進められましたが。そうだね、ちゃんと魔導士はクロムを狙ったよ。で、期待通りジョージはルフレを狙ったと。いい削りです。あとは19以上のダメージを与えられるユニットに任せましょう。けんども、まずは手前の魔導士をサーラに倒してもらおうな。レベルアップ。今回は技が上がりました。また魔法も初めての成長です。どうもサーラは技と幸運が交互に成長するみてえだな。さて、ボスの撃破についてですが、ロンクーに任せます。セリスの真剣を持ったロンクーがちょうど19ダメージになるためです。これはオーバーキル。いや、気持ちいいや。ずいぶん久しぶりに言いましたね、これ。レベルアップ。オーバーキルの戸だけに力といういいところが成長しました。オーバーキルも成長もよかったよかった。で、あとは残党の土俵だもんでダイジェストだに。レベルアップ。実にアタッカー型の成長じゃんか。もうすでに遊撃士として十分扱える部類です。これで外伝4クリアです。でもリライブは敵全滅しちゃったから入手できんかったな。ま、いつでも買えるしか。というわけでアンナが今回で加入しました。この世界におけるアンナは行商人という形で各地に現れ、貴重な武器を売っています。クラスチェンジアイテムも販売しており、ルフレをダックマージにした時に購入しています。しかもアンナは同じ名で同じ姿の姉妹がたくさんいることが判明すったね。時代や大陸を超えて格ゲームにアンナが出てくるのは同じ血族の種ってことかね。そのうち初代アンナとか出てくるのでしょうか。今回の攻略は以上です。ご視聴ありがとうございます。例のごとく、支援会話がクレジットの後にあるもんで興味があったら最後までよろしくな。今回はガヤとサーリャ C です。今回初めて組ませただけど早速支援がたまっただね。サーリャがガヤに頼み事をするわけですが、その頼みはルフレの髪の毛を取ってくるというものでした。怖いね。これはガチモンのストーカーだに。他人の髪の毛は知りませんが、自分の分けっこを観察して遊びますよね。それは知らんよ。あんたもしかして自分の抜けた毛で遊ぶのけ？
やりますよね。いいぜ。こいつも案外やばいやつで。とまあこんな感じだけど今回はこれで終わりだに。最後まで見てくれてありがとな。チャンネル登録や高評価等も待ってます。それでは次回にまた会いましょう。さようなら。